皆様、こんにちは。私は2500年前、領寿仙にて、釈尊が法を説いた、その場に居合わせた弟子の一人です。本日は、妙法蓮華経如来、人力本第21をお届けいたします。この章は、法華経を深く信仰される多くの方々に愛され続けてきた大切な章の一つです。釈尊が仏の偉大な人力を示し、その教えを信じ受け継ぐことで、誰もが仏の境地に至ることができる。そんな大きな希望と慈悲が語られます。ここで一つ心に留めていただきたいのは、この章では釈尊が人力をもってご自身を釈迦牟尼仏としてお示しになる場面があるということです。それは遥か遠い存在としての仏が決して空想や理想ではなく、まさにこの娑婆世界に現れ、私たちと同じ地上において尊い法を説いてくださったという大いなる真実を私たち衆生の心に刻むためでもあります。如来人力本は法華経の核心に触れる深く重要な教えとなっております。どうぞ最後までお付き合いください。その時、千の世界を微塵に砕いたほどに、無数の偉大なる菩薩たちで、大地から湧き出て、姿を現した者たちは、皆、仏の御前において心を一つにして合唱し、その尊き釈尊のお顔を仰ぎ見ながら、釈尊にこう申し上げました。世尊よ、私たちは、世尊が、涅槃に入られた後、世尊の分身が現れておられる世界や、涅槃に入られた場所において、しかと広くこの法華経を説いてまいります。なぜなら、私たちもまた、この真に清らかで大いなる尊い法を自ら受け取り、心に深く信じて従事し、声に出して読み唱え、意味を人々に解き明かし、書き写して、後世の人々に、この教えを大切に供養したいと願っているからです。と、大地から湧き出た、菩薩摩訶薩たちは、釈尊にこう申し出ました。その時、釈尊は、文殊菩薩をはじめとする、無料で、百、千、万、億にも及ぶ数えきれないほどの、かつてこの娑婆世界に住んでいた、偉大なる、菩薩摩訶薩たちや、出家の者、在家の者、天や竜、夜叉、剣奪馬、阿修羅、カルラ、キンナラ、マゴラが、人や、鬼神、精霊、魔、妖精といった否認を含む、あらゆる存在の前で、驚くべき大いなる人力を表しました。広く長く伸ばした舌は天上の梵天界まで届き、その下のすべての毛穴から無量なる様々な無数の光を放ち、その光が皆ことごとく十方にもわたる世界中を明るく照らしたのでした。また多くの宝珠の下の高位の方が己になる獅子の座の上に座っている諸仏たちもまた同じように広く長い舌を出し無量なる光を放ちました。釈迦牟尼仏と宝珠の下にいる諸仏たちがその人力を示していた時間は百千載という計り知れない時間にも及びました。しばらく続いた後、皆は長く伸ばしていた舌をゆっくりと収めて皆一斉に咳払いをし、それぞれ共に指をパチンと鳴らしました。この二つの音声は、あまねく十方の諸仏の住む宇宙の隅々まで響き渡り、大地は6つの種類の揺れ方で大きく震えたのでした。その場にいたすべての衆生たちや、天や竜、夜叉、剣奪馬、阿修羅、カルラ、キンマラ、マゴラが、そして人間や人ではない存在までもが、仏が人力を示したことによって、皆、この娑婆世界に、無量無限な、百、千、万、億にも及ぶ多く存在する宝珠下の高貴な獅子の座に、座している、無数の諸仏たちを見ることができました。さらに、釈迦牟尼仏は、他方如来と共に、宝塔の中におられ、獅子の座にお座りになっているのを、敬意を込めて拝見し、
さらに加えて、また、無量無辺なる百、千、万、億の数えきれないほどの、大いなる菩薩摩訶薩たちと、あらゆる四周の人々は、釈迦牟尼仏を心から敬い、うやうやしくその周りを取り囲んでいる様子を、衆生たちは目の当たりにしました。これらすべての光景を見終わった後、皆、大いに歓喜して、これまでに見たこともない、素晴らしい体験を得たのでした。すると、すぐに、多くの天の神々が、世界の宇宙の空間の衆生に向けて、高らかな声を上げてこう唱えました。この数えきれないほど無量無辺なる百、千、万、億にも及ぶ、無限の世界を超えたところに、一つの国がある。その名は、シャバという。この国の中には、仏がおられ、その名を、釈迦牟尼仏と名付けられておられる。今ここで、この釈迦牟尼仏は、多くの、大いなる菩薩摩訶薩たちのために、大乗経である、妙法蓮華経という、菩薩を教え導く教えで、仏たちが大切に守り念じている教えを説いておられる。そなたたちよ、しっかり深く心から喜びを共にするのだ。またさらに、この釈迦牟尼仏を喜び敬い、礼拝し、供養するがよい。この言葉を聞いた宇宙の他の世界や、虚空の中にいる多くの衆生たちは、宇宙に響く天神の声を聞き終わって、合唱して、シャバ世界の方へ向かって、このように言葉を唱えたのでした。ナム釈迦牟尼仏、ナム釈迦牟尼仏と。そして、無数の仏や菩薩たちが、自分たちの世界から、釈迦牟尼仏が説法している、このシャバ世界へ向けて、様々な、美しい花々や香り高い香、華やかな装飾品、旗や満幕、そして多くの飾り物や貴重な宝物、珍しい妙なる品々を使って、皆が一斉に遠く離れたシャバ世界に向けて、それらを撒き散らし、供養の品を惜しみなく捧げました。その撒き散らされた数々の品々が、十方の世界から集まってくる様子は、まるで雲がたくさん集まっているかのように見えました。やがて、それらが変化して、宝の幕となり、この空間にいる諸物の上を広く覆いました。この時、十方の世界は、すべてが通じ合い、妨げがなく、一つの仏の国土のように調和していたのでした。その時、釈迦牟尼仏は、上行菩薩をはじめとする、多くの偉大なる菩薩たちに、こう告げました。諸仏の持つ人力は、このようにして、無量無辺で、果てしなく、想像すらできないほどである。たとえ私が、この人力をもって、無量無辺な百、千、万、億というとてつもなく長い時間の麻生技巧の間に、渡り、後の世の人々のために、この法華経の功徳を解こうとしても、その功徳を解き尽くすことはできないであろう。つまり要約して言うならば、如来が持つすべての教えや法則といった知恵、如来が自在に使いこなされる神通力、如来の深く秘められた真理の宝庫、そして最もお人の皆真理のすべては、この法華経において余すところなくすべて明らかに示されているのだ。だからこそ、そなたたちは私がこの世を去った後には、まさに心を一つにして法華経を信じ、受け持ち、読み、唱え、解き明かし、書き写して後世の人たちに広く伝え、私が説く教えの通りに実践しなければならぬのだ。そしてこの経巻が置かれている場所があるならば、たとえそれが庭園の中であろうと、たとえ林の中であっても木の下であろうと、たとえ僧侶の住む坊であろうと、たとえ在家の者の家であろうと、たとえ立派な宮殿であろうと、たとえ山や谷、人里を離れた野原であろうと、その場所にはすべて仏塔を建てて供養すべきなのだ。なぜなら、よく知っておきなさい。その場所こそが、仏が悟りを得る道場だからなのだ。数多くの仏たちが、まさにそのような場所で、最高の悟り、九多羅三が脈三菩提を得て、
数多くの仏たちが、その場所で仏法を説き始め、数多くの仏たちが、その場所で、涅槃に入られたのだ。その時に、釈尊は、さらに人々の心に刻みたいと願い、下にして伝えました。多くの仏たちはすべて、衆生を救う存在であり、偉大な神通力に満ちたお方なのだ。それは、多くの衆生を喜ばせ、導くために、限りない神秘の力を表されるのだ。その下は、天界の頂、梵天にまで届き、体からは、無数の光を放ち、仏の道を求める者たちのために、この滅多にない奇跡の現象を示されるであろう。諸仏のかすかな咳払いの音や、指を弾く音さえも、十方世界すべてに響き渡り、大地は六種の動きで震わすであろう。それは、私がこの世を去った後に、この法華経をしっかりと受け持とうとする者がいるからこそ、その志に、諸仏は皆、深く喜び、再び無量の人力を表されるのだ。それは、この法華経を広め、後の世に託すために、それを受け持つ者たちを褒めたたえることは、それが、どれほど長い時間、無量の功をかけて褒めたたえたとしても、その功徳を語り尽くすことはできないのだ。この法華経を授受する者の功徳は、限りなく広大であり、果てしなく、それは、十方のあらゆる方向に広がる宇宙の果てが見つからないように限りはないのだ。この経を真に受け持つ者はすでに私を見たものであり、また他方如来や私の分身として現れた数々の仏たちをも見ているものでもあるのだ。さらには私が今日ここで教え導いたあまたの菩薩たちをも見ることができるものなのだ。この法華経を真に受け持つ者は、私や私の分身として現れた数多くの仏たち、そしてすでに入滅した他方如来までも皆を歓喜させるであろう。さらにその者は十方世界に現在おられる仏たちだけでなく、過去の仏、未来の仏たちをも見て供養し、そしてその仏たちの歓喜をも引き起こすものとなるであろう。諸仏が道場に座し、悟りの場で得られた仁を皆教え、その秘められた真理の法、この法華経を受け持つ者は、やがて必ず得ることになるであろう。また、この経をよく受け持つ者は、すべての法の意味や名称、言葉においても、自在に楽しんで語り尽くすことができ、それはまるで、風が虚空を自由に吹き渡り、一切の障害に妨げられないのと同じようになるだろう。私がこの世を去った後において、私が説いた経典の教えの因縁と道理の流れを正しく理解し、その意味に従って真実の通りに説き伝える者が現れるであろう。その者はまさに太陽や月の光が暗闇を照らして消し去るように、この世において歩みながら、迷いの闇に沈む衆生を照らし導き、無量の菩薩たちを、最終的に、一仏上、仏の境地に到達させることができるであろう。だからこそ、知恵ある者が、この経典の持つ、大いなる功徳や、利益の話を聞いたならば、私がこの世を去った後でも、必ずこの経を受け持ち守るべきなのだ。この者は必ず仏道を歩む中で決して疑いを持つことはないであろう。と、釈尊はこの大いなる蝦夷に集うすべての者たち、そして虚空にいる諸仏やあらゆる存在たちに向けて下をもって語りかけ、この章は静かに幕を閉じました。いかがだったでしょうか。本日の妙法蓮華経如来人力本第21では、釈尊の偉大な人力が示され、仏道の真の力と広がりが明かされました。その人力とは、奇跡ではなく、衆生を救うための深い慈悲と知恵の現れであり、その偉大な力によって、あらゆる命が仏の境地へと導かれていくものでした。
そしてこの章では、釈尊ご自身が、釈迦牟尼仏として、実際にこの世界に現れ、尊い教えを説かれたことが、改めて力強く示されました。それは、仏とは、遠い存在ではなく、この現実世界に息づく、生きた真理であることを意味しているのです。さらに、この章の結びには、法華経の真理、一仏乗が再び説かれています。それは、すべての人が仏となる道が開かれている宣言でもあるのです。この法を受け持ち、説き広める者は、やがて必ず仏となる。私たちへの祝福であり、この言葉は、まさに今を生きる確かな呪記でもあるのです。だからこそ、この尊い法華経を受け持つ私たちは、どうか、釈尊が託した、この尊い教えを心から信じ、日々の暮らしの中で、一つ一つ慈悲の実践を重ねて参りたく願います。それでは、本日の動画はここまでです。今回は、妙法蓮華経の如来人力本題21についてお話ししました。次回は、俗類本題22の深い教えについてお話しします。もしこの動画が皆様の心に響いたら、ぜひ、チャンネル登録といいねボタンを押していただき、この動画をあなたの周りの方にお勧めされることも、釈尊が求める仏の道、大乗の道にもつながることでしょう。皆様の感想もコメントでお寄せください。次回も、釈尊の教えをわかりやすくお伝えします。それでは、またお会いしましょう。南無妙法蓮華経。